皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ウクライナ軍の南部戦線における反撃によって、ロシア側で様々な混乱が発生していることを取り上げようと思います。なお、ウクライナ側は正式発表としてどの町を取り戻したか、また戦果がどのようなものが上がっているかについて、詳しい内容については正式発表は行っていません。一方、ロシア側は、ウクライナ軍の攻撃は失敗したんだと言っているわけですが、そのような話が、ほぼ間違いなく嘘だろうということがわかる、そのようなロシア側の混乱については今回は取り上げていこうと思います。日本に今、相手が言ったことに対して、きっとそうなんだろうとまず信じるところから始める人は結構いるものです。このような癖を持っている人たちは、例えば日韓関係について言っても、韓国側の主張を真に受けて全部日本が悪いんだと思い込む人たちもいます。それと同じようにしてロシア側の発表をそのまま全て受け止めて、ああそうか、ウクライナ側の攻撃は全て失敗したんだ、ウクライナ軍は大打撃を受けて大変なんだなという具合に受け止める方もおられます。しかし世の中には真顔で嘘をつく人たちというのがたくさんいるということを私たちは学ばなければなりません。というわけで、現在の戦況とロシア側の混乱について早速見ていきましょう。戦争研究所の発表している戦場の様相を表している地図がこちらです。激しい戦いが起こっている箇所については丸が付けられているわけですが、ウクライナ軍の反撃が本格化したことにより、この丸の数も明らかにこれまでよりも圧倒的に多くなっています。激しい戦闘は前線その全域にわたっており、ウクライナ軍の攻撃が明らかにこれまでとは全く違うものになっていることを示しています。ただし、ウクライナ軍が正式にどの場所をロシア軍から取り戻したかについては正式発表はしていないので、軍の関係者であったり、もしくは地元のウクライナの地方議員などが情報を発信していたりもします。それによると、ヘルソン州の中心都市ヘルソン市から見た場合において、北西34キロのところにあるプラウダイン、またヘルソン市から真西に23キロ行ったノボドミトリプカ、トミナバルカといった町をウクライナ軍が取り戻したといった話が出ています。その他、ウクライナ軍の攻撃によっていくつかの集落が取り戻されたとされています。このあたり確認することはなかなか難しいので、ある程度の日数が進んで後になって再確認することとなるでしょう。そしてこの地域における戦いで最も重要なのは、ドニプロ川西岸地域においてロシア軍の補給が遮断されていることをこれまで何度も解説してきました。連日のように川を渡るための橋が攻撃されている。その攻撃というのは現在もなお継続中です。まず橋のあるノーバカホフカ近くの弾薬庫が大爆発している様子が地元住民が投稿しています。これなどは橋を渡ってなんとか前線へと武器を届けようと、その手前の町に今弾薬がかなり集積されているようです。これまでも何度か攻撃を受けていますが、ロシア軍としては攻撃されないことを期待して何度でもこの地域に武器を溜め込んでいるようです。しかしこれまで何度も攻撃されてきて、すでにこの場所は危険であると分かっているにもかかわらず、未だにその部分について改善できないようです。そしてウクライナ軍の攻撃を受けているロシア側としては、橋を使うことにかなり危険性を感じているようで、仮設の橋をその下に架けるといったことを行おうとしています。また仮設の橋を作るだけではなく、浮き橋による輸送といったものも行われています。しかしこれも明らかに輸送効率は悪いですし、またこれがウクライナ軍に攻撃されないと思っているのであれば、これもまた大間違いです。ウクライナ軍の攻撃は当初夜間において行われることが多かったのですが、ここのところ昼間に攻撃をすることも増えています。これはハイマースによる攻撃を行う際にはその反撃を警戒しての夜間攻撃が中心だったのですが、ロシア側の反撃能力の低下によって昼間から攻撃を行うことの危険性というものがかなり下がっていることを意味します。そして今回の攻撃は橋直接ではなく仮設の橋やもしくは浮き橋の方を攻撃したとみられます。続いてはウクライナ軍の反撃が本格化したことによるロシア側の混乱の様子を少し見てみましょう。すでにドニプロ川西岸にあったロシア軍の前線指揮所は230キロ後方のメリトポリへと逃げています。それ以外にも新たな逃亡者が現れています。こちらはウクライナ人の政治家で、ロシア軍がヘルソンを占領後、親ロシアの立場表明を行い、ロシア側が傀儡政権として作った民軍行政府の副長官に就任した人物、キリル・ストレムソフ氏です。彼はインターネット上でロシア側のプロパガンダを実行する立場にありました。
そのため、永遠にヘルソンはロシアだ。ウクライナ軍の攻撃は大きな損害を被り、作戦は失敗したと、テレグラムでビデオメッセージを出していました。しかし、彼のビデオメッセージに変化が起こります。その変化こそ、ロシア側の混乱と戦局が動いたことを如実に表すことでした。インターネット上には、動画や写真などからどこで撮影されたものか、それを特定する人たちというのがいます。ビデオメッセージを発したその場所というのが、背景の建物などから、これまではヘルソンで撮影し、情報発信していたにもかかわらず、ロシアで撮影そして情報発信が行われていることが分かりました。ビデオメッセージの背景にあった境界が一体どこかというのをインターネット上で調べたところ、それが Google マップから検索で引っかかったというわけです。それはヘルソンではなく、またロシア軍の占領しているウクライナでもなく、国境を越えてロシアのボロネジへと撮影場所が映っていました。彼はもともとウクライナ人の政治家であったわけですが、ロシア側のプロパガンダを実行する立場になり、占領軍の行政側の高官にもなっていたこともあり、反逆罪で告訴されており、ウクライナ軍がヘルソン州を取り戻して彼を逮捕することができれば、反逆罪で12から15年の禁錮刑になります。このようなことを考えて、おそらくは逮捕されないためにウクライナのどこかではなくロシアまで逃亡したとみられます。そして逃げ出したのは司令部、寝返った政治家、さらには物資についてもヘルソン州から外へ持ち出す動きが始まっています。ヘルソン州の南にはクリミア半島があり、このクリミア半島に向かって物資を運び出す動きというものが活発化していることが地元住民の投稿した写真などで判明しています。この問題が悪質なのは、ロシア軍は現地の農家らに対して収穫した穀物などを買い取ると話を持ちかけた上で、穀物を受け取り代金を支払わずにそれらをどんどんとクリミア半島へ送っていることです。そして運び入れる食料については軍が優先されますから、占領されている地域に住んでいる人々は食料がなかなか手に入らない状況になってきています。こちらの動画は食料を配布する場所において住民がたくさん押し寄せたことから食料が全く足りなくなり混乱が広がっている様子を動画が投稿されています。映像は前線からかなり遠いマリウポリなのですが、このような状況はヘルソン州、メリトポリ、マリウポリ、大都市においてはほとんどどこも同じように食料不足に陥っているそうです。最後に一つ余談をご紹介しましょう。こちらの写真はロシア軍の持っているカリブル巡航ミサイルというものです。射程は2000キロ。一発あたりの調達価格は推定で650万ドルだそうです。なぜこのミサイルを紹介するかといえば、ロシア軍がこの高価なミサイルをかなり無駄遣いしていることが分かりました。そして無駄遣いをさせたのはウクライナ軍が罠にかけたからです。ウクライナ軍はアメリカから供与されたハイマースを用いてロシア軍の弾薬庫や前線指揮所、そして橋のような重要施設などを攻撃を行っています。ですからロシア軍にとってはハイマースは何としても撃破しなければならない目標です。そこでウクライナ軍は一つ罠を仕掛けました。それはハイマースのような木製のおとりを作り、そのハイマースもどきを前線から遠い箇所に配置したのです。ロシア軍は衛星などでそれを探し当てたのでしょう。カリブル巡航ミサイルなどを使ってハイマースもどきのただの模型を破壊したのです。ロシア軍によるミサイル攻撃は10回程度は成功したそうです。ということは1発あたり650万ドル、10発であれば6500万ドル、日本円で言えば約90億円程度。これだけの額、ロシア側は全くの無駄な攻撃を行ったわけです。しかもこのカリブル巡航ミサイルに使われている部品などは西側諸国からかなりの部品を輸入して作られたものと考えられていますから、現在制裁のかかっているロシアでは使った分の補充生産することもかなり困難だと考えられています。そもそも論としてウクライナ軍の攻撃は全て跳ね返され、そして大打撃を受けてもはや攻勢に出ることが不可能だというロシア側の主張が正しいのであれば、ロシア軍の司令部がドニプロ川西岸から撤退することもないし、今回ご紹介したようにロシア側に寝返った議員がロシアへと逃げるといったこともないでしょう。またウクライナ軍に奪還された時にそこに資源が残っていればウクライナ側に戻ってしまうことから、急いで穀物や金のものをクリミア半島へと持ち去っていることなどは明らかにウクライナ軍の反撃のその影響といったものがあって、もはやロシアはこの地を捨てざるを得ない、その準備段階に入っていることを示していると私は見ています。また今回紹介した
食料に困っている人たちが出ているというのは、ロシア軍の占領政策が明らかに失敗していることを意味します。これにより、ロシアにとって状況はさらに悪化することでしょう。なぜならば、パルチザンの活動というのはやはり、現地の人たちの感情といったものによって、その参加人数や活動の成果といったものは変わってくるからです。より多くの人たちがロシアの占領を望まない状態になれば、当然のようにパルチザンの活動に加わってくる人たちはどんどんと増えてくるはずです。ですから、正規軍同士の戦いだけではなく、占領政策の失敗によってパルチザンの活動が活発になればなるほど、今までは問題のなかったことが問題になるわけです。変電所が焼き払われたり、線路に置き石などがあって、事故につながるといったような、そんなに高度なことではなくても確実に悪影響をもたらす行動といったものが様々頻発するようになるわけです。そして、今回大々的に南部戦線においてウクライナ軍が本格的な攻勢に出たということは、その他の戦線においても影響を与えることとなります。なぜならば、この地域にウクライナ軍の圧力が強くかかっているということが明らかなのであれば、それに対応するための兵力というものを他の戦線から持ってこなければなりません。なぜそのようなことをしなければならないかといえば、ロシア本国において新たな徴兵は非常に困難ですし、志願兵は集まってくる数はその数が非常に限られたものになっています。ですから足りないのであれば本国からどんどんと送り込もうというのが実質的には難しいわけです。ですから今ウクライナ領内で戦っている部隊の中から南部戦線に振り向けるといったことを行わなければならないわけです。つまりそれによって戦力を抜かれた地域においてはロシア軍は明らかに陣容が薄くなるわけです。現在のところ陣容が最も薄くなるであろうと言われているのが東部戦線からの引き抜きです。この東部戦線からなぜ引き抜くかといえば、それは新兵の補充がこの東部戦線に行われるということが観測されているからです。本来プーチン大統領はドンバスの戦いにおいてドネツク州とルハンシク州この2つの占領を行うことによってこれが特別軍事作戦の主要な目的であると話していたにもかかわらず、結局のところドネツク州を奪うことができずにウクライナ軍の反撃に備えてベテラン兵を南部へと送らなければならないわけです。このあたりプーチン大統領の戦略がいかにうまくいっていないかを表していると思います。戦いに勝つときには勝因といったものがあるように、負けるときにもまた敗因といったものがあるわけです。現在の情勢から考えてみれば、ウクライナ南部における戦いは、ドニプロ川にかかっている橋3つを完全に遮断することによって、西岸にいるロシア軍は袋のネズミの状態になっています。このような一つの戦場において明らかにウクライナ軍の優勢な状況というものが生まれているわけですから、勝因と敗因はかなり明らかになっていると言えるでしょう。もちろんどれだけの時間がかかるかといったことはまだまだ確定しているわけではありませんが、しかしこの状況そのものをひっくり返す力はロシア側にはないわけですから、ウクライナ軍側が何か大きな失敗をしない限りウクライナにとって良い結果が出るのはもはや時間の問題だと私は思っています。なおウクライナのゼレンスキー大統領はこのような圧倒的なロシア軍側の不利な状況に陥っているのは明らかなのだから、さっさと国に帰れとロシア兵に向かって呼びかけを行っています。実際ロシア軍側がさっさとロシア本国に帰ってもらえれば戦争はすぐさま終わるわけですから、命が惜しいロシア兵はさっさと戦線から離脱してほしいものです。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見合ったら評価ボタンのクリックと投げ銭機能のあるところではぜひともご利用ください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。